セガから発売されているヤクザアクションアドベンチャー、龍が如く。シリーズ累計売上本数は2300万本を記録し、最新作の、龍が如く8が発売される超人気シリーズであり、Steam 版が発売されてからは海外でも人気を博し、あるミームの影響で知名度は爆発的なものになりました。そんなセガを代表する作品の実写ドラマ化がプライムビデオで独占配信され主人公の桐生一馬を演じるのは竹内涼真であることが発表されました。今回はその出来事に対するネットの反応をご覧ください。どういうことだ？何が言いてー？ 100% 叩かれるだろうけど見たい。新たな元ヤクザじゃなくてちゃんと桐生ちゃん主人公なのか。大丈夫かな？竹内涼真くんは合わなくない？何？うるせえ。なんだと？実況したら、何？なんだと？どういうことだ？って埋まるだろ。何が言いてー？うるせえ。未だに警察官のイメージだがついにフリーのヤクザか。フリーのヤクザってただの反射じゃん。俺は、竹内涼真。俺は片木だ。顔つきは悪くねえが俺のような体に仕上げてくるかが問題だな。あとは問題もあるぜ。でも竹内涼真くん絶対に桐生ちゃんよりでかいよね。竹内涼真185で桐生ちゃん184なので設定上はめちゃくちゃ近い。体は良いと思う。演技の声色がどんな時も竹内涼真なのは気になる。龍が如く実写化はそれはもうまんま V シネマなんよ。背中の U の入れ墨どうすんだろ。あれもラストバトルや決めシーンで必須なんだけど。タトゥーシールだろ。キービジュでは背中の U が映ってる。マッスルは間に合わせられると思うんだが、それでもなんか細いイメージあるんだよな竹内涼真。細長いからね顔が小さくて体がしっかりしてるけど、背もでけえからそう感じない。桐生ちゃんにしては太いまであるな。すげえ仕上げてる。役者ってすごいな。去年からめちゃくちゃ筋肉つけ出してインスタとかで大騒ぎになってたけど、これの収録のためにやってたのかな。ここまで太くすると冴島になっちゃうじゃん。体型より渋さかな。口下手で言葉選ぶのが下手だけど誠実に会話しようと頑張ってるけど、いまいちできてない感じが出ててほしい。サブクエに振り回されて変な人になってる時の桐生ちゃんはぴったりだと思う。竹内くんはギャグキャラやらせるとすごいんだ。竹内涼真は好きだし演技うまいけど、顔が甘すぎるよな。まだ北村和樹の方が合ってる気がするわ。いや顔が優しすぎだろ。さすがに桐生役やるには顔も声も演技も可愛すぎると思う。竹内涼真にできるのはいいとこさんの力也くらいでしょ。色気は半端ないけど桐生ちゃんみたいな子はモテゴリゴリじゃないからな。演技でどこまでカバーできるか。古老の血が女性に受けてから、イケメンヤクザもの流行ってるからその流れかも。流せでやれ。困ったらとりあえず鈴木亮平にやらせとけばええのに。宇梶武史がもうちょい若かったら見たかった。桐生一馬は竹内涼真とはイメージ違うな。山田孝之か山崎賢人でやってほしかった。牛島くんと丈介じゃねえか。どっちかといえば錦の方が合いそうだなと思う竹内くん。やるなら錦の方が良さそう。桐生というよりもストーリー終盤で意外な立ち位置が判明するインテリヤクザ風味。桐生ちゃんの半分は声でできてるからちょっと心配だ。桐生ちゃんのイメージの半分は黒田さんの激渋ボイスだから、実写化の時ここが高いハードルになるよね。あの激渋ボイスでなんだと？何？どういうことだ？うるせえ、お使い分けるから笑えるところある。今更実写やるにも桐生ちゃん書かなくてもよくない？何？五徳一の時の桐生ちゃんって結構若いんだね。37とかだっけね。無所に入る前は27歳だからな。いつものスーツ着たら意外と合うんじゃないかと思うんだよな。なんで着物で記者会見だったんだろう。そらもったいぶってるだろ。予告とかで出したかったんだと思う。作ったけど披露する場がなかったからみたい。ほうと思って読んでたら朝倉未来の名前が出てきてダメだった。ルールってもんがあるだろう。やっぱり桐生の話だとスレ伸びるな。錦のスレじゃないや錦のキャスト解禁されたら絶対いつもの錦のスレより伸びるぞ。錦のキャスト次第では桐生やって欲しかったな。とか言われるんだろうか。さすがに今時名前だけ使った別物なんか作らんだろと言いたかったんだが、高木さんという例があるせいでメインビジュアル出るまで怖い。極端な例すぎるだろ。いや極端な例があるのがおかしいんだけど。実写化するならキムタクの方実写化して欲しかったわ。ジェッティアイズの実写化しようとしてもキムタク使えないじゃん。舞台版じゃ佐野岳が錦やってたな。背が低いこと以外は美女完璧だな。舞台版の桐生ちゃんクソかっけー。ドラマ版ではでんって名乗り表示なくさないでほしい。今回は1995年と2005年という
2つの時間軸を描いているので。0の時代と1の時代でポケサーファイターとの時間を超えた友情をかけるな。メインストーリーのキリュウちゃんだけ書くんだろうけど、贅沢言うならポケサーしてキャバクラが用意してどこでもマシマしてほしい。ドラマ化ならじっくりメインストーリーなぞるまではできそうだ。オリジナルストーリーだぜ。マジか予想つかない。錦は出てくるらしいからまあ一応現代にしたオリジナルなんじゃないかな。1995年と2005年の2つの時代が舞台で一応ベースにしたオリジナルストーリーって内容が全く予想できん。ゲーム本編だとあまり詳しく書かれなかった桐生、錦、弓の幼馴染3人の話やってくれると嬉しいな。養護施設で共に育った家族同様の幼馴染たちを守るため、あることをきっかけに極道の世界に身を置くことになる。ゲームとは違う展開になるのか。全6話らしいし昔の映画みたいな無茶苦茶な展開になることはなさそうだ。全6話ってどこを実写化するつもりやねん。第1話、ポケサー。第2話、メスキング。第3話、ムナンチョヘペトナス教潜入。第4話、キャバクラ。第5話、ナシゾンビ退治。第6話、ハルカとカラオケ。この辺のバカ要素はどこかで入れてほしい感はあるわな。サブストーリーもドラマでやれ。番外編でサブイベの話したら面白そう。実写オリジナルでヒーローショーのアクターやらされるサブクエとかやろう。実写で錦の過去書かれたらかわいそうすぎて泣くと思う。オリジナルだから桐生ちゃんと錦以外は誰が出るかわからんな。演技の質自体に疑問はないが桐生ちゃんに合うかな。マシマの兄さんも出してくれないっすかね。オリジナルだけど時系列的には1くらいの話なんだな。マシマの兄さん出せそうだけど桐生ちゃんの竹内くん以上に違和感やばいキャスティングにしかならなそうだ。マシマや大悟は誰がやるんだよ。そっちの方が重要だろ。マシマの兄さんは誰がやっても岸谷五郎を超えられないと思う。眼帯が逆以外は1のマシマさんまんまだったな。眼帯逆なのか実写兄さん。なんでだろ。俳優の効き目の都合？そう。映画は主演2人のキャストはよく良いって言われるけど脇のキャストが、伊達さん松重豊だし。何度目だ龍が如くの実写化多分3回ぐらいはやってると思う。黒ひょう込みでも4回目くらいだぞ。実写化のしやすさで言えばもっと作ってもいいとは思う。短編ドラマ、劇場版、ゲオレンタル限定版。劇場版は変な映画だったけれど岸谷五郎のマシマの兄さんとか良かったね。ごとくだと出てほしい俳優さんっていうのが実写化作品よりまず本編に出てほしい俳優さんってなっちゃうな。贅沢なのはわかってるが渡哲也も見たかった。年取ってるし死んでるのもいるから本人出演は難しいか。仮に実写でゼロとか作られたらそのまま幹部連中引っ張ってこられるの面白い。一理何言ってるのか聞き取れないからダメ。クゼの兄貴がゲームと比べて怖くなるのかならないのか気になるわ。0の3若頭補佐とあの呼び出しシーン再現してお茶の間を凍らせてほしい。あの3人は頼んだらやってくれそうな気はする。ドスザシか胴体に銃乱射やってくれ。そうか。意味なく喧嘩をふっかけてくるヤクザが実写になるのか。あの町のチンピラは冴島にも喧嘩ふっかけるから、秋山とか谷村にふっかけるならギリギリわかるんだがな。コンビニで暴れるシーンが欲しい。温めよろしくとか言うんかな。今の Amazon 提携の方ドラでどこまでやれるかは楽しみだな。